もし将来失明すると、ある日突然医師に言われたら、皆さんはどんなことを考えますか？もう好きな本は読めないのかな？仕事はどうしよう？旅行には行けないのかな？さまざまな不安が頭をよぎるかもしれません。こんにちは。医師の三宅拓です。私には10代の頃にとても仲のいい友達がいました。彼はカメラマンを目指し、日々活動を続けていました。活動的な彼がある日たまたま寄った眼科で、将来失明する病気を持っていることを医師に告げられました。その数日後、彼は自ら命を絶ち、帰らぬ人となりました。彼の命を奪ったのは、失明する事実、それよりも自らの夢を奪われた、そんな絶望の闇なのかもしれません。事実、毎年何名かの患者が失明宣告を受けたその数日以内に亡くなるといいます。私の友人や私の患者たちを死へと追いやる絶望の闇はどこから来るのか、そんなことを私はあの日からずっと考えてきました。あれから20数年、人の夢を奪う絶望の闇はどこから生まれるのか、私なりの答えは思い込みの病であるということでした。見えなくなったら、治らない病気になったら、もう何もできない、私の人生は終わりだ、そう思い込んでしまう、そのことこそが病気なのだと思います。医療が進み、我々は以前よりも長く人生を過ごすようになります。そのような中で、見えにくい、聞こえにくい、さまざまな喪失とともに生きていくとも言えます。失うことができなくなることであるという思い込み、それをなくすための夢の処方箋、それが私の医療です。今日は皆さんに私が行っている夢の医療と、私がデザインした夢の病院について紹介したいと思います。私の外来では、目に不自由がある患者や読み書きに不自由がある患者に iPad や iPhone などといったテクノロジーの使い方を紹介しています。ある患者にタブレットの背面カメラを使って書籍を拡大してみることで読書が楽になりますよと紹介しました。ところが彼女は私の貸し出したタブレットを使って読書をするのではなく、爪が切れるようになったと喜んで帰ってきました。爪が切れたら自分でマニキュアが塗れた、またおしゃれなデートができる。彼女が外に出られなかったのは目が悪いからではなかったようです。我々医師が病院で行う検査の結果には表示されない見えないことから来る多くの困りごとや、その元になる彼ら彼女らの思い、その存在を患者たちは日々私に教えてくれます。医学の専門家であり、目の病気に詳しいがあまり、患者のことをよく理解しているという思い込み、そんな思い込みの病から日々患者たちは私を救ってくれているのです。私がまだ医学生だった頃、授業でこんな言葉を習いました。患者は教科書である。その意図は、実際の患者さんを見ることで座学では学ぶことのできない病気の症状や治療効果を学べる、そんな意図だったのかもしれません。しかし私の経験を通して言えば、患者に学ぶべきことは病気の症状だけではなく、病から来る生きづらさ、つまり見えにくさというものが生む困難さにあります。患者は病気や医療を教える対象であると同時に、我々医師が患者から学ぶ対象でもある、そんな気づきが私の思い込みという病を一つ外してくれました。このような経験を通して、私は患者から学ぶというスタイルの医療を始めることにしたのです。治る病気の患者に必要なのは正しい診断と治療ですが、治らない病気にかかった患者に必要なものは何でしょうか。私はそれは夢ではないかと思っています。
印刷物が読めないなど、かつては目でしかできなかったことが、現在ではスマホのカメラを通して AI や遠く離れた親切な人が代わりに見てくれるなど、そんなことが簡単にできる時代になりました。私の外来で目の難病にかかり、数年で失明した高校生は帰り道にこんな手紙をくれました。僕の将来はずっと明るい。この時代に生まれて本当に良かったです。技術の進歩は医療よりも早く。大切なことはこういったテクノロジーの存在を知っていること、そして何よりも見えないこととできないことは同じではない、そのことに気づくことなどではないでしょうか。私の病院にはさまざまな年齢の患者が訪れますが、先日生き生きとした90代の女性が iPad を駆使して必死に手書きで手紙を書こうとしていました。私はつい自分の好奇心を抑えられなくなり、彼女に聞いてみました。なぜそこまでして手書きにこだわるのか。彼女はふっと笑って私の耳元でこうささやきました。実は若い彼ができたの。どうやら生き生きと老いるためには恋する心というスパイスが必要なようです。失うべきでないのは視力以上に好奇心や恋心なのかもしれませんね。患者を癒すのは医療ですが、私の夢の病院では患者さんに患者を処方します。そんな不思議な夢の病院ができるまでの物語を紹介します。皆さんちょっと目を閉じてみてください。イメージです。ここは病院、そして皆さんは病室のベッドで横になっています。長く続く無機質な白い壁、そして病室を覗く覗き窓。看護婦さんが患者のリストを持って夜の巡回をしています。どうですか？ここで社会的なつながりや生きる希望をもらえそうですか？怪我や病気は治りそうですが、あまり長くはいたくないように感じますよね。なぜ病院では病気が治っても人が元気になれないのでしょうか？ではもう一度目を閉じて想像してみてください。ここは最果ての地、世界一厳しい刑務所の牢獄です。皆さんは牢獄の中で横たわっています。看守が牢獄の覗き窓を見て回っています。あれ？どっかさっきと似ているように感じませんか？ところで病院の目的って何でしょうか？それは安全に患者の治療を行うことです。では刑務所の目的は？安全に罪人を管理することです。この2つの施設、どこか似ているように感じてしまうのは私だけでしょうか？病院に行くと病気になる、そんな冗談があります。でも多くの人がそう感じる理由はアルコール消毒の匂いのせいでしょうか？利用者よりも管理者のニーズを中心に設計された建物、そんな歴史もその理由の一つかもしれません。どうして病院に行くと元気がなくなるのか。私の夢の病院はそんな素朴な疑問から始まりました。一般的な病院のデザインにおいては、段差は視覚障害者にとって危険なものであり排除すべき存在です。しかし私は段差って本当に危険なだけだろうか、段差がくれる成長や気づき、学びはないのか、そんなことを考えていました。そんなある日、患者が私にこんなことを教えてくれました。彼女は家の近くに帰ると白杖をしまうのだと。白杖とは視覚障害者が移動する際に使う白い杖。白杖により視覚障害者は段差を安全に移動することができます。しかし家の近くで白杖を持つことが障害者のシンボルになる。それが心の抵抗を生むというのです。我々がなくすべきは物理的な段差以上に白杖を人前で持ちたくないという心理的な壁や偏見ではないかと気づかされました。そこで見える人も見えない人も白杖をみんな当たり前のように使うことで、段差を中心に対話が生まれたり成長が生まれる、そんな空間づくりを始めよう。逆転的な発想から私の夢の病院のデザインは具体化を帯びていきます。夢の病院が完成して3年、失明宣告を受けた患者にとって一番の希望となったのは、
自分と同じ病を持つ患者が生き生きと病院の壁でクライミングをする姿でした。私たちの夢の病院の壁は、光と音で目が悪くても登れるクライミングウォールでできています。夢の病院では元気な患者を処方します。その目的は、元気な患者と出会う場を作ることです。ある患者が帰り際にこんな言葉をくれました。今日はいっぱい勇気をもらった。楽しかったです。また遊びに来ますね。私は患者に手を振りながら、ほんの少しだけ思い込みの病を治せるようになった気がしました。彼女の病気の名前は、私の友人が診断された病気と同じだったからです。最後に、治らない病気にかかった一人目の患者の話をさせてください。私は手術中に手が震えるという外科医としては致命的な障害を持っていました。一人目の患者は私自身です。今から10年前、外科医として限界を感じる中で、友人の命を奪った病気の治療法が見つからず、私は絶望の日々を過ごしていました。そんな中で、東北地方を襲った大きな地震。震災は私に人生の時間が有限であることを強く思い出させてくれました。そんな時に、私は一人の医師と出会いました。医師の名前はパッチ・アダムス。パッチ・アダムスは、笑顔が患者を救うと信じて、患者が患者を見る夢の病院を作ったドクターです。私は彼に出会うことで、もう一度なぜ医者になりたかったのかを思い出すことができました。私は外科医になりたかったのではなく、パッチ・アダムスのように患者と向き合い、夢と希望を処方する医者になりたかったのです。彼との出会いが、私を病気を治す医者から、患者の心を癒し、生きる喜びを共に見つける、そんなドクターに変えてくれました。私には夢があります。いつか私の人生が終わるその日、人生を先に走り切ってしまった私の友人に再会し、言ってあげたい言葉があるんです。見えなくなっても大丈夫だよ。思い込みの病はもう消えた。今でも私は手が震える、その癖は治っていません。しかしこのことは私の人生にとって大きな意味はないようです。今日の私の物語が、皆さんが思い込みの病から逃れる最初の一歩になることを祈っています。